こんにちは、山田幸子です。今回は箱に入っている猫を描いてみようと思います。しっかり箱の中に収まっているバージョンとはみ出ているバージョン、どっちにしようか迷ったんですけれども、往々にしてはみ出ている場合が多いかなと思ったので、こちらを参考に収まりきらない感じで描いてみようと思います。この動画は完成までの様子をゆっくり見て楽しめる内容なんですが、途中で止めながら一緒に描けるように、形の取り方やポイントを適宜解説していきますね。使っている画材の詳細は動画の説明欄でご覧いただけます。それでは始めていきますね。まず全体の当たりを取ります。この段階では綺麗に描くことよりも全体の位置関係をつかむことを意識します。最初に猫ちゃんの入る箱を描きます。正面なのか少し斜めなのか、猫の向きも考慮しつつ、今回は正面向きの箱をやや上から見上げたような形にしてみました。一番シンプルで描きやすい形かなと思います。次に箱の中に入る猫ちゃんの体を大きな塊で描きます。背中からお尻にかけての丸みがあるので、この箱の中にクッションが入っているかのようなイメージで描きます。次に頭を描きます。今回は箱からはみ出すくらいの位置に箱の縁を枕代わりにしているようなイメージなので、この辺ですかね。大体で大丈夫です。そして見えている場合は手や足、尻尾を描き加えます。そしたら頭の上に耳を生やします。上を向いているのか下を向いているのか、顔の向きが分かりやすいように十字線を引いてから描くと、耳が生えているところもイメージしやすくなります。十字線の横線の両側に目、十字が交差したところからやや下に鼻、その下からぷっくりオメガの形で口を描きます。おひげはこの口の膨らみの両側、そして目の上から生えているのも目立ちます。このおひげは後ほど色を塗るときに描き加えたいと思います。こうして当たりが取れたら次は全体をまとめていきます。今だいぶ線がごちゃごちゃしてしまったので、全体の輪郭を見やすくするために整理していきます。線が重なっているところがあったら、その中からいいなと思う線を選んだり、消してもう一度描き直したりしていきます。この段階ではそこまで詳しく書き込まなくていいので、パーツをつなげるようなイメージで描いていきましょう。それでは徐々に形を修正して仕上げていきましょう。箱は人工物で直線的な一方、猫ちゃんの体は柔らかい曲線を描いていることが多いです。この方もきっちり測ったような直線というよりかは、猫ちゃんの重みで箱が潰れていたり、膨らんでいる場合もあります。箱と猫ちゃんの前後関係をはっきりさせて、箱の縁がモフモフで隠れているとか、顔がはみ出しているところとか、どっちが手前奥になっているかっていうのを注意して描くと良いです。
ここからは色を塗っていきます。広い面積から塗り始めて、徐々に細かい部分へと塗り進めます。猫ちゃんの体と箱が同じぐらいの大きさですが、この場合色が明るい方から始める方が修正しやすくて塗りやすいと思います。最初は薄い色で少しずつ色を重ねる方が立体感や毛のモフモフ感が出やすいです。私は水彩を使いますが、水彩以外にもお好きな画材で猫ちゃんに色をつけてみてくださいね。ということで、箱入り猫ちゃんができました。よかった、参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。この時間を一緒に過ごしていただいて嬉しく思います。箱の中の猫ちゃんもなんだかリラックスした表情になりました。結構簡単に描けるポーズなので、もしよかったら描いてみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。